There's a Japanese person living inside of you. OK 逆にここまで日本に住まれたんだなっていうのはちょっと嬉しかったというか、複雑な気持ちだったんですけど、私はいつも英語の学習法っていうのをそれっぽく発信してるのですが、実は正直に言うと、私の英語はまだ癖だらけで悩んでいます。一応4カ国語は話せるのですが、定番と言える英語が一番苦手なのかもしれない。私は日本語をゼロからここまで話せるようになった経験はあるので、語学はそれなりにできているのかなと思ってたんですけれども、どうも私の英語が気になります。英会話はできますし、ちゃんと通じます。外国人なのに英語は話せませんっていう動画ではないんです。でも自分の声がちょっと気持ち悪いというか、今の違うけどなと違和感を覚えまくりながら話しています。この動画では私の本当の英語力を包み隠さず見せます。これまでの動画とは違って、効果のある学習法っていう教える立場ではなくて、英語をやり直している途中の自分をそのまま見せます。これから流すのは、英語をやり直そうと思った当初の私の英語力です。半年以上前くらいですかね。Now I'm working in my pronunciation of English because I want to sound more native-like. But I feel that right now I have a strong accent. I don't have any speakers of English to practice. So for the moment I'm not practicing speaking. 全体的な流れ、リズム、文法とかもちょっと壊れてます。日本語だともちろん完璧じゃないんですけど、ありがたいことに一発では割れないですし、スッと出ます。英語でもそのくらいのレベルを目指したいです。この違和感っていうのを消したいです。なのでこの半年ぐらい、私の英語やり直し計画に邁進してきました。まず私はなんでこんな顔してるのに、英語より日本語の方ができるのか。もちろん英語より日本語の勉強の方に集中してきたっていうのもありますけど、私が日本語を覚えたスタイルを一言で言うと、インプット主義です。これは何かというと、いきなり会話練習って言うんじゃなくて、まずは一方的に日本語を浴びまくる、そういう一時期を挟んでから、ちゃんと日本語が理解できるようになったよっていう状態で、じゃあ日本人と会話し始めようっていう、ちゃんと順番を踏んだやり方をやりました。なのでなんと最初の3年間は全く話さずに、インプットを一方的に浴びまくってたんです。初めて日本人と話した時も、もちろんドヨドヨだったんですけど、もうすでに日本語理解できてたから、その言葉の知識がたくさんありました。それを対応させながら、会話練習として言葉が流暢になっていく。そんなやり方でした。しかもインプットのほとんどはリスニング中心だったので、最初から発音がそれなりに正確でした。私の日本語を覚えたやり方を詳しく知りたい方は、この動画を見てください。どこかな。添付しておきます。日本語ではこれをやって大成功しました。でも英語では順番をやらかしました。まず結構初期から話したりしましたので、この言い方が自然なのかなっていうのもよくわからずに話してしまうと、その喋り方が自分の中で定着しますけど、その話し方がちょっとネイティブと違ったりとか、あと発音ですね。リスニングをあまりせず、結構読み物中心の英語のインプットをやってました。英語は特にこれが危険なのは、字面だけで読み方がわからないから、それで音の確認をせずにたくさんリーディングすると、その間違った発音が頭に定着します。で、この不確かな発音で英会話を進めたりしたので、この変な発音が癖として固まっちゃいました。この英語を直そうと思った時に、じゃあ日本語でやったことをやればいいんじゃね？リスニング中心のインプットをたくさん増やせばいいんじゃねって思いました。インプット、とにかくインプットです。通勤中にポッドキャストを聞いたり、ネットフリで海外ドラマ、YouTube、この1年弱たくさん浴びてきました。その結果、確かに日本語みたいに効果がありました。音も正しく認識できるようになったし、自然な英語の話し方はどんな感じなのかっていう感覚はつかみました。私が誤発音してた単語にもたくさん気づけました。なんなら単語単体や短いフレーズなら違和感のないネイティブっぽい発音で言えるようになりました。つまり癖のない新しい英語の声が私の中ででき始めました。ただ、問題はここです。いざ英会話をしたら元の訛りが戻ってしまうんです。古い声がゾンビみたいに蘇ってくるんです。私はここで詰まってるんです。なんで元の声が戻ってしまうのか、正直わからないんですけど、仮説としては原因が2つあるかなと思います。1つはもう単なる緊張。リアルな人間を相手にするとちょっと緊張して変な声が出てしまう。だって日本語でも緊張すると声がおかしくなるもん。で、2つ目は会話のテンポ。会話って速いテンポでだんだん進むじゃないですか。それでいちいち発音を刻んでる暇はないというか、口が一番楽な動き方に落ち着いちゃうんですね。なので古い癖が戻ってしまう。なのでインプットだけしてたら声が治る兆しはないというか、もっとプラスでやらなきゃいけないことがあるのかなと思います。一方で英会話をしまくったら治るっていう気もしなくて、だって私は英会話をする機会が何回もあるんだけど、元の声が戻ってしまうもん。なのでダラダラと英会話アウトプットの量を増やすっていうよりは、アウトプットの質を上げたいんです。目的のある英会話をしたいんです。どんな条件で英会話をしたら私の癖が治るのか。もちろん仮説に過ぎないのですが、一つ緊張のない空間、二つ急がない空間、会話のテンポに持っていかれず、ちゃんと発音を気にしながら喋れる空間。発音
や言葉を間違えたら指摘してくれる相手。要するに、patient なネイティブスピーカーと話したいです。で、ネイティブの友達はいないですし、いたとしてもここまで付き合わせるのは無理じゃないですか。なので、ここは素直に会話の先生を使います。でそのためには iTalki を使います。iTalki は言語の先生からレッスンを受けられるプラットフォームですけど、ここで私の求めている条件に合いそうな先生を探して、事前に私の目的を共有します。はい、まずは iTalki のホームページにある検索機能を使いますが、ここで学びたい言語を選択します。私は英語にしますけど、見ての通りこの世の中のほとんどの言語が登録されていますね。150カ国語以上かな。で、先生の出身国も選べますね。英語の中でも自分の話したい地域の方言を話す人も選べます。私はド定番のアメリカ英語にしますが。で、先生の他にも話せる言語も選べます。例えば、日本語も喋れてほしいとか。ここでは1レッスンあたりの価格帯とレッスンスタイルも選べます。そして資格を持っているプロの先生もいますし、カジュアルな先生もいます。私はただの会話練習なのでカジュアルにします。はい、こんな風に選択結果から先生を選ぶのですが、こちらのネイサン先生は教える経験が長いのと、発音を教えるのが得意とのことです。間違いも基本的に直してくれるそうなので、この先生でレッスンを受けたいと思います。先生にチャットで直接連絡ができるので、私の目的を事前に伝えたいと思います。いやー、めちゃくちゃ緊張しますね。Hey, man. Hello. Hi. はじめまして。はじめまして。How long have you been living in Japan? I'm living here for 3 years. 3 years. Yes. And so, what kind of, were you a student or did you get a job or what when you got there? I did get a job, and I'm in that job for 3 years. It's my 4th year in the job. Yeah. Wow, that's cool. I can see that you can speak Japanese by the way that you're speaking English. You mean my pronunciation or? Basically, there's a Japanese person living inside of you. Okay. Yeah. Yeah. I need to make an American inside of me, maybe. So that's the interesting thing about living in different cultures and countries for a long time and learning the language is that we become those Yes. people. Yes, definitely. So another thing is about, I would say Northeastern Asian culture is expressing yourself is not a big part of the culture also. Yeah, people here don't say their opinion very directly. Mm-hmm. And you've been living in Japan for 4 years, so I can see that this part of the culture has kind of rubbed off on you. Okay. You're from Spain, right? And then Spain, you definitely express your opinions and emotions and feelings a lot. Yeah, it's funny because it seems like you are talking to me like I was Japanese. Because that's the person in front of me right now. That's who I feel like I'm talking to. Okay. Yeah, so, for example, if I speak in my native language, probably... Go ahead. Switch to Spanish. ¿Entiendes español? Sí. Vale. Entonces, si hablo español, vuelvo a mi personalidad española. So this is because I... But now that you're speaking English, you're speaking with a Spanish accent. Yeah. Well, I think my English accent is more a Spanish accent, maybe, no? Not for the first 15 minutes talking to really? me, no. Yeah. Was it a Japanese accent? Yes. Okay. So Interesting. again, language and people are very, very complicated. So just saying the word accent is not enough, right? Like I said, there's a Japanese man inside of you. So even, just the way that you're sitting and the way that you're doing the subtle head nod. So I think it's important to be aware of our body and mind and everything, because when we want to speak a new language, we have to change these things too. It's not just words, grammar, and pronunciation. It's the whole package. So, for example, if it's Spanish, I mean, I already have my Spanish personality. Mm-hmm. So the thing is that with English, I didn't get to a really high level, I would say. So I think my English personality just fluctuates. It's very dependent of my other languages, maybe.
So probably I was thinking about getting better at my pronunciation, but maybe, as you say, maybe it's just about creating a kind of American person inside me. Exactly, persona. So your English personality is kind of fragile. It can change. So 100% after speaking Spanish, now I feel like I'm talking to a Spanish person. Okay. So now you are making your words longer and you're connecting the sounds. Oh, really? Compared Nice. to when you were speaking before, you were kind of making each word small and not really connecting the sounds. Okay. Yeah, I think it's super interesting and I think it's helpful because when I learn a new language, that's what I try to do. I try to imagine being that person. Okay. And for me, it's fun because I feel like I'm an actor in the world that is a movie. I didn't think it that way. はい、終わりました。なんかすごいなんだろう、価値観が変わったというか、私はインプットだけで英語の発音が良くなるんじゃないかなと思ってたんですね。で、実際にインプットをたくさんして英語の音を正しく聞こえるようになったっていうのも事実なんですけれども、じゃあなんで人と話すと元のアクセントが戻ってくるのかっていうのが疑問だったんですね。ネイサン先生がおっしゃってたのは、実際に人と話して通じ合って、その人に喋り方が寄っていく。要するに私、まず英語ネイティブの友達はいない。で、英会話する機会ってあるんですけど、他の外国人で、いろんな国の人と英語を交わす。そういう英会話が多いかなと思うんですけど、それっていろんな文化、いろんなバックグラウンド、いろんな母国語の人と話すと、やっぱり合わせようがないというか、みんな自分の母国語寄りの性格で話すわけだから、英語の性格が浮いてる状態がずっと続いたのかなっていう気がします。これ別に、なんていうんですかね。いろんな国の人と話すのは悪いことじゃなくて、むしろそれが英語の使い方の一つじゃないですか。全然そういう悪い意味で言ってるわけじゃないんですけど、日本語の場合は正直、ほぼネイティブばっかじゃないですか。日本人みたいな性格って簡単に出来上がるわけなんですね。日本人と関わっていくと。私もインプットをたくさん貯めた上で日本語を話し出したって言ってるんですけど、そのおかげで、最初から日本語力それなりにあったのかなと思うんですけど、最初はなんか不自然な喋り方だったと思うんですね。スペイン人みたいな性格で日本語喋ってたわけなんで、例えば口調が強かったとか、それ日本語で言ったらめちゃくちゃ失礼とか、そういう経験はあるんですね。なのでもうそういう感覚って実際に日本人と話して、そういうグループの人たちと関わることによってこっちも染まっていく。それで自分の喋り方も日本人っぽくなる。ということなんですね。私、日本語とは違って英語のネイティブとあまり関われてこれなかったので、もうそういうネイティブっぽい感じが出るわけがないというか染まりようがないんですね。すごく納得しました。はい、翌日ですけど、昨日のレッスンをちょっと聞き返してたんですけど、後半は良くなったとはいえ、やっぱり自分の声が気になると。で、一番びっくりしてるのはその後、だから翌日の今日が、英語がなんか自然になってる気がします。気のせいだったら本当に申し訳ないんですけど、なんか、I feel that my English is becoming more natural. なんかこんな感じでもっとスッと出るようになってる気がします。もちろん一夜明けて急に英語上手くなるってことは絶対ないと思うんですけど、繰り返しですけど、ネイティブと話して、同化していく。同化先染まる先があるから、雰囲気がちょっと伝わってきてる。なので、もしかしたら本当にこんな感じで普通に、リラックスした空間でネイティブと話す数を増やしていったら、自分の声がもっと自然になっていくのかもしれないですね。インプットで培ってきたものは大きいから、あとは本当にそれを引っ張り出すだけかなと思うんで、これから引き続きレッスンを取っていくと、私の英語はどうなるのかというのを楽しみにしていますし、自分がアメリカ人になりすます演技みたいなのをうまくなればいいと思うんですね。そういう雰囲気をもっと出るようになったら自分の英語が自然になるのかなと思うんですけど、アメリカ人の動画でもシャドーイングして、その雰囲気をちょっと身につけようと思っています。I was working a little bit in my English persona since last time. Congratulations. すごい。What do you think? Yes, I can tell a difference. Yes. Cool. I don't feel like I'm talking to a Japanese person. Okay. So yeah, it's interesting because we do these things unconsciously. Yeah. It's a subconscious thing. So I love doing impersonations. I think that they're fun and they're also very entertaining for other people. So you're good at acting. So. You're good, yeah. So, can you tell me some examples of when you steal
when you still feel like a foreigner or not accepted as Japanese? Do you have those situations sometimes? Yeah, so I especially feel this when my first time interacting with people For the first time, whenever you interact with someone Yeah. for the first time. for the first time. Okay. So I especially get spoken in English when I go to more touristic places. Where I live, this doesn't happen to me usually. I thought I would get spoken in English, like every time, each time, Mhm. and be treated as a foreigner. But actually, my experience is that they actually treat me as a Japanese most of the times. I think it depends on the region. It depends on the culture as well. Yeah. It depends on how much you know the culture as well, how much you can fit in as well. Yeah. So, but the interesting thing about Thailand, I lived in Thailand and I Yeah. spoke Thai really well. But for example, in the taxi, I would just speak English just because I didn't want to go through my life story of how I could speak Yeah, Thai. I understand that. Yeah, that you have to explain it each time, right? Yeah, because Thai people are really shocked to see a Falong, so Gaijin, to see a foreigner speaking their language. And so every day it could happen where I have to kind of explain. Yeah, I definitely feel that. The think of having to explain my life story each time. Yeah, so with Spanish is pretty similar to English. And so I almost never get that. I never have to explain. Yeah, in Spanish-speaking countries, if you have an accent, it's like, "Oh, okay, you're a foreigner," but they don't ask you about that because they can tell they are not shocked. So that's the interesting thing about entering different cultures from different cultures is you have different experiences. Yeah. はい、ということでアメリカ人の先生とレッスンを2回受けてきました。いやー、1回目のレッスンの私の英語がカチカチだったんですけど、さっきはもちろんまだ違和感が多かったのですが、もうちょっと英語っぽいリズムに乗ってきたのではないかと思います。ネイサン先生もそれっぽくなったとおっしゃってました。まあ、こっちが言わせたところもあるんですけど、何より自分がネイティブだと、personification、ネイティブを体現するっていうネイサン先生のアドバイスがすごく役に立ちました。私が仮説を立てた時は、目的のある英会話とか、細かく間違いを直してもらうとか、そういうのを気にしてたんですけど、まあ、それをあまり気にせずに雰囲気を覚えるっていうところも大きかったのかなと思います。先生は実際に私の間違いを直してくれてますし、正直発音がおかしかったところは自分でも気づくことが多いです。いやー、英語教えてもらっただけじゃなくて貴重なアドバイスもいただけたので非常に満足です。1回目のレッスンで私の英語が日本人っぽいって言ってたところが、すごく興味深かったというか、まあ逆にここまで日本に住まれたんだなっていうのはちょっと嬉しかったというか、まあ複雑な気持ちだったんですけど、まあ要するに自分の普段の母国語のキャラではなくて、英語のキャラみたいなのを意識して喋ると、もうちょっとスムーズになったのではないかと思います。もちろん英語キャラをどうやって体現したらいいのかっていう感覚も、その1年弱ネイティブな英語を聞きまくったから、なんとなく分かってきたのではないかと思ってます。もうゼロから演技すれば一発でネイティブな英語っていうわけにはいかないのかなとは思いますよ。でもこの演技って部分は大きなところかなと気づきました。言語が変われば性格も変わるっていうじゃないですか。あれ逆に言ったら、言語を変えたければ性格を変えろとも言えるんじゃないかなと思いました。はい、私はこんな感じでネイティブと関わりながら、もうちょっと英語っぽい雰囲気に染まっていければと思いますので、引き続きレッスンを受け続けたいと思います。で、言語交換とかでネイティブの友達を探すっていうのはすごくハードルが高いので、個人的にはこうやって愛登記で時間が取れるのはすごくありがたいです。なんか英語を教わるみたいな教室感じゃなくって、もう本当にネイティブと時間が取れるサービスっていうイメージかな。個人的に。で、別に英会話にまだ自信がなくても、本当にゼロから教えてもらえるタイプのレッスンもあったりとか、本当に選び放題なんで、自分の目的に合った講師と教え方がきっと見つかると思いますので、ぜひ試してみてください。で、いわゆるサブスクじゃなくて、レッスンは1回ずつ取れますので、無駄な出費もないですし、縛りもないです。レッスンを1回だけピンポイントで取れたり、先生もいつでも変えられます。愛登記に興味を持った方は、私のクーポン全力を使ったら10ドルを5ドル分で買えますので、ぜひ試してみてください。私は引き続きネイティブっぽい英語を目指していきますし、皆さんの役に立つコンテンツも上げていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録、コメントをお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。